はい、こんにちは、村岡正則です。今日はですね、久しぶりのランカーシーバス狙ってみた企画でございます。東京湾のね、秋最盛期、今日は8ジャンプドーンと出したいと思います。ということで、今回のゲストは覇王。はい、よろしくお願いします。久保田義之です。よろしくお願いします。お願いします。2年ぶり。2年ぶりですね。いや楽しみ。いや去年呼ばれなかったからついに愛想つかされたと思って。やってないんですけど、まあ今回ね、でもあんまり東京は良くない今。あ、なるほど。だけどまあカゲロウなら出るんじゃないですか。出したいですね。で去年でも10月でしたもんね。相沢連合とか行ってちょっとギスギスしてたじゃん。あ、なるほど。ギスギス。カゲロウ会と連合会で1年越しのバトル。構想勃発からの1年で。今日は最終干潟、はい、途中先出したら川の流れで、流れの中では相沢とカゲロウの勝負になるんじゃないですかね。でまた最後多分干潟の方が絶好調なんで、干潟でって感じだと思います。わかりました。ということでよろしくお願いします。お願いします。おーしゃしゃ。おおでっかい鈴木でかい。お、逃げた。下までやるか。いった80。うじゃー。マジか。うわっしゃ出た。初相沢で釣れた鈴木を救うのは人生で。じゃあルアーが一応メガドックの180からいってみます。自分フォースガイルでいきます。はい、そうか。じゃあちょっと水面にメガドックで注意を引きつつそれが食わせみたいになるんですかね。どうでしょう。トップのが出そうだけどね。最近は忙しいの？めちゃめちゃ最近忙しいですね。イベントと釣りに仕事に。いやもう両方忙しくて、あとは結構やっぱ秋なんでイベントがいろいろ入ってるんで。そうね、熊本も行ってたもんね。そうですね。だから後ろいた。今シーバスいた。じゃあ俺の方にその後ろからとにかくこの秋はやっぱいろいろな撮影が多いです。なんか釣ってなかったっけ？やりましたよ。一応4位で4位すごい。プロで4位はすごいよね。まあでもあれですけどね、場所は友達に案内してもらって、この城が入ってますよっていうところで。とは言ってもね、すごいよ。そう何センチって言ったの？92でした。92。もう92でギリ4位って感じで。最近はルアーは作ってんの？今あれですね、この前1個がボツになり。あら、できたのにボツ？うまくいかずボツ？うまくいかず、コンセプトがだいぶちょっとブレちゃったので、自分の中でね。それでボツになりで、もう1個の方はまあ順調に進んでる感じで、まあ MD の大きいやつなんですけど。 MD の大きいやつか。はい。何センチぐらい入るんですか？一応今60ラインを狙ってっていうところですね。でやっぱリクエストがすごく多かったんで、それでじゃあやりましょうっつってやってるんですけど、今日もだから夜になって上に行ったら投入してみたいなとは。そうだね、ちょっとぶっとい流れで使ってみたいね。なんか最近は地方行った時の方がいい釣りしてシーバス、東京一番いい東京湾ハイシーズンでも苦戦するみたいな感じで、どうしようって今後どうやって生きていこうと思っちゃう。地方に移住ね、移住したくなっちゃった。移住したいと思ったことないの？ありますよ。どこに？今第一候補が、まあこれ多分公開の時にももう終わってるからあれなんですけど、次の日曜日に鳥取に行くんですよ。で鳥取でまだシーバスなんか釣ったことないんだけど、マップ見てるだけで、川あって磯あってサーフあって塩水湖ありだから、いやここはもう多分一生遊べるぞっていう、行くなら今のところ鳥取に行きたいですね。移住先候補。じゃあ釣り女じゃなくて釣り女でしょ。女性がどうこう言うんだったらやっぱり九州がいいな。意味わからんの。九州、熊本とかだってもうその辺中にね美人がいるし。なんで熊本は美人が多いの？みんな言うね。なんででしょうね。なんで？ちょっと視聴者の皆さん書いといて。知ってる人。
出そうだけどな。50センチぐらいボコボコしてるこの柿瀬の上を通ってるんですけど、魚が待ってないんだよな。出てこないんだ。こんだけ薄暗いのにね。何ここにある筒に入ってるすごい子たちは、これは青物よ。あ、いや、ビッグベイト用。すごいな。もっとへ真っ昼間だったらうん出てくるけどね。やべえ、これはまだ見しちゃいけないのかな。あ、大丈夫だよ。全部見せられますよ。すごい。当チャンネルはモザイクかけませんので。なるほど。フィッシュマンのジョイントミノも出しちゃった多分暗くなると、多分今日この城は味潮であんま入ってきてないんで、なるほど。で暗くなると車両に入ってくるから、それまでの間、それまでの間スイーツを食べ久保田セレクトスイーツを。セレクトスイーツ食べて、でちょっと地合を待ちましょ待ちましょなんか一昨年のぎっくり腰思い出すな。ぎっくり腰の翌日にこの撮影で完全にもうおじいちゃん船に乗るところから村岡さんとカメラマンの女の子に介護をしてもらいながら船乗ってっていう。一昨年あれでしたよ、もうぎっくり腰で、う。だったね。翌日かなんかにこれ乗って、頑張りすぎちゃって、完全に悪化して、治るまでに1ヶ月以上かかって俺もあの時やっつけるチャンスだったって後悔してるでもあの時こそそ覇王久保田を仕留めるチャンスだった。後ろからドンで死んだと思うんでそういうやっつけるちょうど来る時に海老名インターで買ってきたシュークリームでなんかチーズのすごい美味しいお店で、そう透明海老名ので何とお店かは分からないけどはいカメラさん結構ちゃんとそう美味しい生地の結構やっぱ人気があるのか、この前はちょっと行列ができてましたね。あ、これ美味しい。これ帰って腹減る系。2つ3ついけるな。はい、じゃあ夜になりました。暗くなったんでやりましょお願いします。う。何つけた？今155で行ってます。まだ流れは全然この辺はないので、でも多分この城は入ってきてると思う。じゃあこの野郎で多分まあ波動、なんかしっかりルアーで水動かしていった方が良いんじゃないかなと。木並みじゃ出ないかな。もうちょい流れてほしいんだけど、風がなくて流れ0ノットでどうしよう0.00 ノット。ちょっと引き抵抗の強いルアーを向こう投げてぐりぐり巻いて船を引っ張る船を流す力に変えてほしい。あ、でもいるよ、そこ、この城ね。いますね。当たる？今のところこの城にはぶつかんないですね。じゃあ今年まだ6本もロケやって休みなし。休みなし、ずっと休みなしです。有給使ってやるんでしょ？そうですね。泊まりの取材の時には、休みの日の次の日を有給使ってっていうのでなんとか連休を作り出してやってるんですけど、大変だ。そうまあでもね、そういう取材とかで行かなくてもどうせ似たようなことは休みの日、まあやっぱね、結局釣りをして釣り行くんだからと。そう釣りしてるか釣り場で人とおしゃべりしてっていうんで、やってること変わらないんで、今までのロケで一番辛かったというか胃が痛かったことってある？いやー、どれも胃が痛かった。最初の頃はもうずっと胃腸薬持ってってたからな。ですね。あ、そんな繊細だったんだ。いやー、やっぱ出さなきゃいけないしっていうので、覇王のくせに。いや、繊細、超繊細、ガラスのハートですもん覇王なのに。それで最近去年かな、一昨年からか、月刊釣り人で、ずっと連載書くようになって、であれもやっぱり初めての場所とか不慣れな場所で何を考えてどう行動するかっていうのをテーマにしてるんで、結構初めての場所とか不慣れの場所行くんですけど、あ、これこの城だ。この城か。そうね、この城。この城です。いいね、このサイズか。ちょうどサイズとしては近いものが、鈴木が食べたそうな20センチ級。
この城入ってきた。そうなんです。それがだいたい仕事が終わって休みの日の前日に仕事終わって、移動してそのまま夜朝までやるか。おっ、食ったシャ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 。オッケーオッケー。イエイ。ネットどこですか？前。うお、強え強え。あ、前だ。よいしょ。やった太い。やった。長くないけど太い。おー、いい引きすんな。太いな。太い。よし。しかもガッツリ。そう、なんか行くかな。どうだろうね。はい。よいしょ。よっしゃー。行ったかも。ブリみたい。よっしゃこれは行ったかな？行ってるな。ー。ててー。太あ、行ったでしょ。余裕で。すごい。ブリ見てゴーンってきたよ。切れた。リーシュコード切れた。じゃん、尻尾合わせで。尻尾合わせでそっちがいった。80、81。イエーイ、おめでとうございます。すごい、最初の1匹目で達成。すげえ。いい。よっしゃー。80センチ。でかい。うわ、ふっと。いけるかな。よし、逃がします。バイ。おー、ふってー。おー、船の上で見るよりもよっぽどでかく見えるなこれ。すげえ。釣りました。やっかた。1本目から1本目からか。すごいな。ちょうどさっきまで何もいなかったところにね、そう、この城が出現してて、いや素晴らしいです。ドンと。ありがとうございます。さあ続きましょう。さあ今日なるなる3超えを目指すんでしょう。今日は98を釣りたいよね。98を狙わないとハードル高いな。よし、投げますよ。だってその97の後ね、俺が92釣ったの。はい。でなんか大きな釣ってましたねって言って92釣れましたってもあ92ですねみたいな。すごいですよ92。すごいよ。な。92ですかって感じ。鼻でふんって感じ。まあそれは90オーバーの5センチの差は絶大だから、ね、絶大。長くやってきた人ほど分かる。毎年釣りたいな97とかね。毎年なんとか90オーバーはね釣ってるけど97はなかなか10年ぐらい釣ってないかも。97でもね、次の目標はメーターだもんね。そうするとね98、99、メーターね入った、本気でメーター本気で目標にしてんのがすげえ。いやーでも釣っちゃいそうだな。いや釣っちゃいそう。やっぱこの野郎は水中でブンブンした波動がやっぱ呼ぶんだよね。本当にでかいの一発出せる。素晴らしいルアー。こういう状況でさっきこの野郎は赤っぽいやつだったじゃないですか。赤っぽいやつ。特にカラーは気にしないです村岡さんは。気にしてないね。なるほど。普段おかっぱりとかでもそうですか？おかっぱりでも気にしないかな、この状況なら。なるほど。もっとめちゃくちゃ水が澄んでたら気にするけど、これぐらい濁ってたら笹濁りっていうのかな。これお芋からつだっけ？さつまいも。なぜかよく釣れるよなこのカラー。なんだろう、水槽の金魚みたいな泳いでるのを見るとこんな。おっしゃ。おい。おすんごいエラ洗い。いや遠いね。40メーターぐらい先。これはいいんじゃないですか。いい日に当たりそうだよこれ。突っ込むんで。これも取れて。
ここから突っ込むんで頑張って。はい、お願いします。お、怖いな、ルアー外れた。うじゃおい、ナイスキャッチ。ここれもなんか言って俺もそうな。行ったんじゃないのでけでかー。これ行ってないな。ギリギリ行ってないな、多分。はい、行ってない。77。 77。いやー、惜しい。太いけどね。太いっすね。やっぱここになんか傷があるのね、同じうんさっきとの。よし、やりました。とでーん。でかい。りあえず1匹目出ると安心ですね。だね、とりあえずね、はい77。ありがとうございゲロのます。155ですね。ノーマルです。こんだけ元気出せいけるでしょう。速攻でいった。はい、おめありでとがとうございます。いや、とりあえず嬉一本目だねしい。まあ坊主は脱出ってことで。坊主はないという。でもランカーつってもらわないとね。急にすごい。ランカーシーバス狙ってみた企画だからね。よし、頑張ろこの城がドーンっている端っこ、う。うん。イメージはそこに川の流れが入ってくるラインだったんだけど、流れのないとこでもう出てるね。ね、なんでこれが流れ始めて本格的に流れを使ったゲームになるとどうなるかですよね。うん、またルアーが、そう難しいので、流れが完全に入っちゃうと掘れてて深いじゃない、うんそこはねあんまり釣れないんだよね、経験上。いわゆる流れのかき上がりの上側に追い込んだやつが、追い込んできたやつがかかりやすいっていうか食ってくるのかな。でもこの種類いるね。いますね。いやバイト強烈じゃない？すごい。てかもう今もうガツンと一緒にもうエラーレ勝手にしてたんで、うんうん。すごいな。楽しい。あ、だいぶこの城にぶつかる。当たる。当たりますね。この感じは鈴木が近くにいそう。このちょっとこの城に緊張感が。お前俺はお前より前に行きたいんだよってみんなが思ってる感じ。そうそう。だからポジショニングをすごい気にしてんの。だから一匹が逃げるとみんなすぐ逃げるみたいな。だからたまにボラでもあるじゃない、一匹が暴れた瞬間ジャワーってあれがいつでも起きてもいいぐらいの感じで、ちっちゃくそれが起きてて、この城がルアーに当たってその当たったるこの城がビャッて逃げると周りのこの城もババッて一緒に逃げてる感じで、鈴木が近いって分かってるこの城だね。そうするとね、よーく観察してるときっとあそこにシーバスっていう瞬間がやっぱ出ますよね。完全に持ち上がったり密集してたらすごく分かりやすいよね。ただ鈴木は鈴木で簡単には食えなくて、多分鈴木が少ないんで、なんていうかな、囲めてないから、いざこの城に襲いかかってもねなかなか食えないの。だからライズもほとんど起きないし、何匹かで襲いこの城の群れに行くんですか？基本鈴木も群れって動くんで、うまく囲めてたりして、この城が逃げ場がなくなってギューッと密集して持ち上がった感じだとライズが出たりするんだけど、全くライズがないっていうのは鈴木も泳いでるだけでなかなか食うチャンスがないよ。この城もパーって逃げてってって感じで、ただ多分この界隈で見える範囲で10匹ぐらいの鈴木が何千ってこの城の間を泳いでて、この城が道作ってるような感じで、なかなか食えそうなのいないなってとこにこういうのが泳いでると、あこいついけそうって食ってくるんだよね。さあ潮目流れの中入ってきます。お当たりが増すか帰って食わなくなるか、五分五分。何がこの城、本当だ本当だ、取っておお、こうやって追われてくるし、たまにこれに鈴木が入ってくる。なんかでかくないですか？でかい、25センチぐらいのもいるね。うん、どんな気分なんだろうな、突然自分の目の前に鈴木が来た時のこの城の気持ちって最悪もう最悪とか言ってる場合じゃないぐらい最悪。熊おおでっかい鈴木でかい。お、あ、逃げた。80近いの。こ
うやってこの城ってね、でも食えてないんだよね。まあなんだかんだ食えてるから腹いっぱいのあんだけのお腹になってんだけど、簡単には食えてない。ミスりました。あ、シバスいたね。さあ2回目のシバス接近。逃げてく方向、この城が逃げてく方向とうまくやっぱ一致しないとなかなかなんでしょうね。かな。同じ方向で逃げていかないとってことですよね。の方がなんかね、その一匹だけ逃げそびれたを演出できないような気がして、この城もスピードはあるんで、ブワーって逃げた直後に1匹だけ残ってたらさ、チャンスって感じで食いたくなるじゃん。こうオフサイドトラップに引っかかったフォワードみたいなポツンみたいなさ、分からんかそんなイメージいつも持ってる。一瞬の試合だったのかね、パンパンって2発ね、あそこだけだからもしかしたら群れで狩りを行い始めてたのかもしれないですね。その後はね、この自分たちの船の明かりに3本かな、4本ぐらい来たかね、鈴木来るけども単独でなんか、バイトする。まあこの城追ってるけどね、確実にね。はい、なんだこれ、この城釣れんな、当たらんね。さっきと同じ近いラインなんだけどな。でももう川がいい、もうあと20分もしたら川がいいタイミングになってくるよ。なるほど。テストしたかったって言ってたやつ MD もう今投げてます。今ちょうどルアーチェンジをして、だいぶいい線には来てるんですよね。どんな動きですか？いや、そんなに目新しさは多分ないんじゃないかな。そんなご謙遜を。カジローだ、動きが。ちょっと左の方からカジローだ。すげえな。カゲロウなんだけど、これ、そうなんですよね。だからカゲロウ、まあ他人の意見はあれなんですけど、それは確かにそうだよねと思ったのは、この155の MD を作ってくださいの意見で多かったのが、MD155 なんだけどレンジが入るカゲロウ 155F みたいなのがいいと、MD の泳ぎではなくと。なるほど。そうで、それを結構ねすぐにもう楽にいくんですよね。ただ155をそのレンジまで入れると今度やっぱりその泳ぎ浮力の問題とかで、姿勢とね、あんまりちょっとねこう魔法がかかるようなその食い方はしてこねえなみたいなのがあって、なので今本当にあとちょっとのこの水のつかみと流れ受け流しと、それが作る水流の渦でのバランスの崩しみたいのを微調整ってとこですよね。なるほどね。じゃあ2025年発売5年を目指したいところなんですけどね。夏秋、ちょっと当たらないのでどうしますか？流すコースを変えましょう。はい。川行こうか。川流れの中うち行こ了解です。う。はい、じゃあやりましょう。はい。今度流れの中です。はい。はい、どうぞ。アイザーの125。アイザーも最高発だと思って出して、でもなんかね、うまい具合相沢連合とかいろいろネットで遊んでたら、なんとなく2番手ポジションに入れたというかさあんだけひしめく中で一番後から来て、カゲロウがねトップなのは全員が認める中で、なんとなく対抗馬のポジション取ったとこで、デュオさん島野さん出してきたんで、今年は勝負なんでね、こう忘れ去られちゃうか、やっぱ2番手は相沢だなみたいなとこが取れるかどうか。だから各社やっぱ形状と重さ見てて、その泳ぎを取ったか飛距離を取ったかで、っていうのがやっぱり開発してきた人間からするとすぐ分かるんで、よね、なるほどっては思いますよね。なんだろう、あれ浅いのかな。お、いた、やっぱいるんだね。50センチのとこ。いいね、このアイザーでかけて
覇王久保田さんに救ってもらうっていうこんなごちそうさま企画ない。わかんねえ、ネットの外に外したら外したでなんか久保田さん大人げないとか言われるじゃん。こうあやめもう元気だね。よいしょ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 。ちょっと待って大丈夫、でもがっつり引っかかってるんで大丈夫です。じゃあちょっと一回あげる。一回あげます。はい行きます。はいいいしゃん。釣れた。久保田さんに救ってもらったアイザーで初アイザーで釣れた鈴木を救うのは人生でいやなんかあれだなと思うけど、いや、だって俺カゲロウで釣れたシーバスもう何回も救ったよ。あれまあ70枚ぐらい。ちょっとライト当てますね。いいですか？邪魔？大丈夫。ありがとうございます。試合なんで逃がします。バイバイ。おめでとうございます。おもろ。もっと目立つカラーじゃないとダメかな。いやこの冬やるよ。この冬さ、はい、久保田さんが釣りしてたら横でアイザー投げて救ってもらおうキャンペーンとかやっていい？嫌なキャンペーン。笑顔で救ってくれるよっつって、久保田さんいい人だからっつって。じゃあカゲロウで釣ったら相沢連合の方が救うっていう。いやもう人数違うから。人数そうか。あの時もなんか構想だとかみんな遊んでたけど、でも冷静に考えたらカゲロウ界うん十万人いるじゃん。アイザーなんて当時2万個ぐらいしか出荷してなかったから2万人しかいないだけでさ、構想にならないよっつってたの。いやでもカゲロウ連合おかげさまでステッカーで結構やっぱ盛り上がってもらいに来てくれるから、みんなね。そうフィッシングショーの時とかもやっぱね、そういうのそれ目的の何でもいいんで遊びに来てくれれば、そうやって遊んだらいいんだよね。そうそれこそ相馬さんがさ、はい、小桃クラブとか言って、いやもし仮にステッカーなんか出してきたら、推定会員何人だ、100万人はいくじゃん。そう小桃なんてとんでもない。あれ総長仁さんですかね。どうだろうね。なんだろう、サイズがベイトのサイズすごいちっちゃいんかな。もしかしたらこの城入ってないとかイワシとかね。さっきそこでね2回誤爆してるんですよ。あ本当。でもそこのシーバス自体もそんな大きくない。おちっちゃいちっちゃい。うわはい、ちょっと待って気持ちで上げちゃおう。おーよいしょね。救わせていただきましょう。いやこれはもうここリーダーでいいよ。リーダーリリース。ちょっとこいつだね。でもだんだん目がおかしい。これ普通に60ぐらいあったね。いやなんか思ったより大きい。1個サイズかなと思ったり、ちょうど60ぐらいでしたね。相沢で。さっき映してなかったからレッドヘッド。相沢でレッドヘッドです。はい、ちょっとランカーが出る感じじゃないな。この城入ってないね。さあカゲロウが出てきましたよ。いやまあでも俺も初めて使った時、まあ久保さんの実力は分かってたけどね、ルアービルダーとしてどんなもんって思ったけど、まあもうみんなめちゃくちゃ釣れるって言ってる中俺も手に入れたんで使って、いやすげえこの人はすげえなって思ったな。なんかいや嬉しいな。あ乗んない。これちょっかい出してる。うん。それでもさ、怖いどっちかがだいぶ痛手を見るんじゃない？そうそれだったら前回のその構想の結果を一回見せてほしいな。2回とも最大サイズカゲロウ取ってますよ。筋肉マンの50の塔みたいにまず1回高橋祐介対そっち誰って言って俺と久保田さん最後にやりたいよね。そうですね。50の塔バトルみたいな。
ウォーズマンの背骨ね。分からんだろうけど、多分俺ら世代が全員読んだね。そうそうアシュラマンとかウォーズマンとかもうほぼいたよね。いましたね。でオールスターあれでしょ、ウォーズマンの背骨になってるリングでしょ。そう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 ちっちゃくなって入ってって、あの時が一番面白かった、筋肉マンは。なんか最悪最強の敵がどんどん仲間になっていくシリーズって筋肉マンが元祖じゃない？その後のドラゴンボールとかさ、それこそアベンジャーズとかああいうハリウッドまでそう変わってくるさ。魚がちっちゃいからルアーサイズ下げたりやっぱ一発っすよね。なんかそういう時代だったよ。うん。よっしゃよっしゃ。ごめんなさい。外れないから大丈夫。いやはい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 。綺麗だ。でも魚は綺麗だね。そうですね。でもやっぱり横にほら傷がある。本当だ。何なんだろうこれ。なんだろうね。何にやられてんだろうな。ルアーじゃないな。これルアーじゃないです。うちらのルアーじゃないですよ。背についてるとか。そうですね。はい。よしリリースします。よいしょ。わ、100。ついに相沢100がそう、総合力で総力戦で各サイズごとのあれでしょ。全然当たり違うね。10センチですと。そう、もう一発でゴンでし12た。はじゃあもう置く。124だとちょっと流しを意識しないと反応出なかったけど、100もう単純に巻いてたら今もうあと5分だな。5分ここいられんのよし。はい、あと5秒移動しますはい移動します。やべえ、ルアーついてるままフルスロットル食らう楽しいですよいしょ、外れないかな。よいしょ、外れてくれてもいいんだけどなランカーシーバス狙ってみた企画ですが、ちょっと一瞬お茶濁しのね。さっき相沢にやられたから総力戦でいい宣伝になってると思いますよつってそうさあやりましょう。水深が1メーター増えました。はい。多分間もなくはい。上からこの城が川の中のこの城が降りてくると思うんで、ここもそうするといきなりサイズが変わったりするのかな。おお、いたいた。やっぱ下側にいるね。サイズ変わらずですね、多分。復興。うん。うわ、でも外れた、ランカーシーバス狙ってみたのに今俺サイズ変わらずですねって言いながらサイズを狙いに行きました別にちょっと今ねランカーが見えないタイミングだから、そうとりあえず、あとね15分ぐらいしたら数釣りに興じようと思ってランカーポイント入りますんで。当たらん。当たった当たらんっつって藤尾さん見させてくれた密室の恋メソッドでした今エレキをいじろうと思ったらプカって浮いたアイザーにボーンってなんか捕食音したもんね、ボーンって、ライト照らします。はい。でもこのサイズか。いけた。はい、サンキューです。はい、アイザー。太いね。でもあそこで今いいサイズ出たな。うまいね。ほらとか言ってもう釣らないでいいのに村岡さんがコブを作ってくれてる間に今 P ラインを一巻きした瞬間ヒットって全部やり直しですよ最初に。ちょっと待ってくださいね。サイズは
いやさっきのよりちょっと上がってんのかな。でもなんかあ外れた。あら、ごめんなさい。なんかってわけではないか。ランカーってわけではないです。編み込み終わるまではかけないでください。はい大丈夫です。セルフランディングで頑張ります今のうちだ。私スネコン150でちょっと中層ドリフト。でも毎年11月だね。来年春さ、はい。ランカーシーバス狙ってみた企画ぜひやりましょう。ぜひぜひ。春デイなんで、いいっすね。デイのどでかいの狙い。6月ぐらいですか。 5月6月かな、5月がいいかな。荒川河口で結構この城が入ってくる時期、この城自体がすごい少ないですね、やっぱね。そうだね。ちょっと、干潟に戻りましょうか。いやどっちでもいいなんかですよ。川がダメっぽいこれ。だって一発も当たんないからまだ10分ほどだけど、止まっちゃうと上げまで干潟も食わなくなっちゃうんで、まあ、本数はねそこそこ出たし、ランカーも出たから、最後一発カゲロウ連合会はまだ今日ランカー取れてません最後一発狙いに行きましょう。ランカー出そうな方に。そうですね。俺がボッツ150で今カゲロウの124で124。おーしゃよしゃ大体いい合わせ。よっしゃかっこよかった。なんか誰か YouTube の人で、プロのシーバスのプロの合わせ集を作ってる人がいますね。へえ、すごい。そうそう。お願いします。ありがとうございます。いい綺麗な。あ、本当だ、綺麗。なんか川の中よりやっぱ干潟の方が魚が綺麗だね。このカゲロウは禁止だよ、禁止。そう新色、今年の新色です。2年間禁止。2年間禁止影禁でてる。おい、いい綺麗な魚。いいね。いっす。この状況でカゲロウなんだね。あ、今音がした。ね。そうっすね、なんか下なんだね、1枚。船も今流れてるから、カゲロウのルアーが泳いでくる途中変化が出ないんで、ちょっとロッドを立ててゆっくりしてみたり強くしてみたりを繰り返してバランス崩すようにしてたら今食ってきました。すごい。ちょっと照らして。これが釣れないこの城の集まり方。置いとくルアーに引っかかるし。さあちょっと場所変えましょう。わかりました。さあ行きましょう。やります。ほらバシャバシャ言ってていい音がする。これは鈴木に追われてんじゃないの。いやー、これこの城っぽいな。この城だな。ドラグボラなんだろうな。ボラもいるね。ボラのスレとかかもしれないですね。エラ洗いしないもん。あ、でも強い。でかくはない。なんだでかいシーバスだったりするんじゃないの。そうかもしれない。シーバスだ。シーバスだ。シーバスだし、お父さん。よいしょ。外れました。大きかったです。いやでもね、80はないから。東で出た。すごい。何ですか。カゲロウ MD の155のプロトです。プロと。そう。お、この野郎で。この野郎。でも今年いっぱい釣りした俺。久々なんかだんだん長考回数自体は1年ずつ減ってる
感じがあったけど、今年は増えたね。なんか絶対。シーバスが多かったですか？いや、何でもシーバスも増えたし、なんか週5か週4でやってたと思う。1年通せば。そんだけやってるやっぱ肩痛めますよね。まあ痛くなるね、なんであんなにバフって言ってたのが平和になっちゃうね。平和になりましたね。これナイトメガドッグの方がいいんじゃないの？おお、ありがとう。私ガボッツドッグウォーキングで仕掛けてた方がいいかもね。確かに。これで水面に意識持ってってガボッツに仕留められるっていうパターンですよ。あ、花火が上がってしまった。ちょっと5分延長。5分延長。5分延長。あ、奥で出てる。いた？誤爆した。冬の花火は綺麗だよ、ほら。うわっしゃ、出た。出た。すげえ音。すげえ音。よいしょ。でかい？70でも80ない。何回いかない。うわ、元気。やっぱガボッツだったな。花火の最中パターン。花火の最中よく釣れんの？俺のラインが変なことで回収しちゃったらよかったかな。ラインが、ラインがね、そういうことね。はい、そうラインを置いたら俺のラインも拾って拾っちゃったか。めちゃくちゃ拾っちゃった。ごめん。大丈夫です俺がこう回収キャストが終わってちょうど一番飛んでたところだったから一応ぐっちゃぐちゃにぐっちゃぐちゃライン絡んじゃった。75。おいい。船の前 3,4 メーターすごい音したよね。ガボーンガボーって音入ったんじゃないかな。そして豪快に暴れて俺のメインラインを全部持ってってくれました。はい、お願いします。太いね。いいよ。手でさよならですね。花火も上がったんで元気な。はい、バイバイ。よいしょ。あらら。もう一回か。あ、いったいった。ほらお湯出た。お湯できました。満足。すげえ。これはもう老体には無理だから上がりますか。いやまだやりたい？5分あと5分延長。あと5分5分延長。じゃあこれもうリーダーは全部もう切っちゃったんで、すごいな。すげえ大興奮の音だったな。ガバーってね。あれはやばいっすね。夢に出てくる音だ。今年も何人の人がこのガボッツのこの音を聞いたかな。全国で。この船に近づいていくと空気を誘うってあるよね。なんかこれ以上行ってほしくないから、だから結構足元っていうか直前ヒット多いよね。すごいシーバスが悠々とこの城を追っかけてった。あ、今いました？いたね。いやー、今回ランカー出ないか俺は。悔しい。一番最初は出た。出ました。で2回目もそう食ったおお。2回目も出た。まあこれはセルフでいきます。セルフで60ぐらいしかない。よいしょ。いや投げて投げて。あと3分ぐらいしかないんでね。やっぱこのあれですね、光のところの明暗の境目に来た時にこの城もなんかフルーツバスケット見て、この城のこのパニックすごいな。わあ鈴木だーっつって、鈴木が来たぞーっつって逃げてだから家族もはぐれになっちゃうからさ、お父さんとか一郎とか言って呼んでたりするのかもしれない。はい、60ね。はい、60弱ですが暴れてこの城がヒットした。俺行くぞお前らみたいな
ほいバイ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 。すごいな。あ、もう一匹いたよ。もう一匹今いた今いたそう今あ、そいつが来たからこうパニックってんだ。パニックにはなんか面白いちょっと何今着水ヒットだから食ったんじゃないかな。ボラじゃないかな。いやシーバスっぽくないですか。じゃあ俺鈴木の上に乗せたよだとしたら今食ってないもん。着水がそのままかかったんで。ああシーバスいるシーバスいる。この辺めちゃくちゃシーバスがかかった。うわあ、違うボラでしょやっぱね。おおさあさあ久保さんあと5分あと5分延長が効いたんですか。ここいっぱいいるもん。そこもいるしシーバスがいるボラだよボラこんなことない人生で初めてだ。2頭連続着水した瞬間ボラすれがかるたまにあるけどね、欲しがりですね私。俺違いますね。セルテートの巻き上げ力をプレゼンしたかったんですよ私。ボラもこの通りって感じ。すごいなそんなにボラ群れてますそこ。いや私のピンポイントキャストですよ。なるほど。何をしかもいいサイズ。紅葉地、そして前人未到の3頭連続へ挑みます頑張ってください。全く応援してない感じが。この辺だ。あ、起きなかった。なんで。ありがとうございました。まあでもなんだろう、12、3本出たよね船でね。そうですね。ありがとうございました。いやありがとうございました。楽しめました。また来年も遊んでください。はいいろいろね。来年じゃあ春のデイゲームで。ね。まあ次は忘年会で会いましょうって感じで。あ、そうですね。はい、ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。